はい、どうも始まりました。行きましょうか、今日も。よっしゃ。ラブファントムのイントロ長すぎてカラオケ入れると気まずいまあそれはあるよね。あれ長いよね。皆さんどうしてますか？飛ばしてますか？他にもイントロこれ長いよね、感想長いよねやったらください。そんなわけで今日も、はい質問がたくさん来ております。はい、ありがとうございます。勝さんからの質問です、はい、毎回楽しみにしております。ありがとうございます。質問させてください、はい、今までマルチズーム G3N のアンプ趣味で歪みを作ってマーシャルのリターン差しでやっていました。最近ふとインプットからつないでみたら特に音に違いがあるとは思えず、むしろマーシャルのプリを通した方が真空管の音が出ていいのではないかと思いました。はいはいはい。デジタル臭くならないようにしたいのですが、実際違いがあるのでしょうか。またアンプ趣味を単なる歪み系のエフェクターとして使うことは正しいのでしょうかと。ああ、なるほど。確かにマーシャルのキャビネットだったりパワーアンプってところは両方使ってるので、思ったより違わないなっていうことなのかな。なるほどね、じゃあインプットから挿した時の方が真空管使えるからいいんじゃないかっていうことについては、インプットから挿すとそのプリアンプの真空管は通るようになりますが、アンプってね、プリアンプの真空管、プリ管っていうのとパワー管っていうのは別途真空管が入っていて、リターン出しした時にもうこのパワー管の使ってるんだから、どっちも真空管はちゃんと恩恵は受けるんだけれども、インプットから挿した方がプリ管も使うし、あとプリアンプも音作りの一環として使えるので、なんかそっちの方がいいんじゃないって自分で感じるんだったら、そっちでいいかもです。好みってこと？好み。ただね、マーシャルはやっぱりプリアンプ通すとこのマーシャルカラー、シャギッとした感じがすごく出るので、それを抑えるように、例えば TS 系のオーバードライブみたいなので、事前にすごい高いとこだとかすごい低いとこをカットした状態でアンプに渡すようなセッティングが G3N でできてるんだったら、確かにどっちから挿してもいい音ができるかもしれない。おすすめは？僕はね、学生の頃とかはやっぱりマーシャルのプリアンプの音、僕はもともとは苦手だったので、リターンから挿す方がおすすめかもしれない。なるほど。で、最後におっしゃってた、なんだっけ、またアンプ趣味を単なる歪み系のエフェクターとして使うことは正しいのかっていう、正しいですよ。これ何言ってるかっていうと、マルチエフェクターの中には歪みっていうセクションの他にアンプのシミュレーターが入ってて、そこでも音歪むんですよね。歪むアンプを選んだ場合、それはアンプシミュレーターだから、実際のアンプにつなぐときはオフにするっていうのがセオリーなんですが、それをもう歪みのエフェクターっていう感覚で音作りしちゃって、マーシャルのフロントに挿していいんですか？いいです。良いですよ。すしさん、松本隆弘さんのコーラスを購入したのですが、コーラスを踏むと音量が大きくなり、オフとの音量差があります。音量差をなくすためにするにはどうすればいいかご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。これコーラスあるあるですね。コーラスのエフェクターってマスターみたいなその全体の音量がついてるものもあれば、ついてないもの、そっちの方が多いんですよね。なるほどね。そうで、コーラスってオンにするとコーラス効果によって聞こえ方の音量感が下がっちゃったり上がっちゃったりすることがあって、上がることの方が多いんですよ。いろんなやり方はあるんですけれども、どれもちょっと面倒なんですよね。例えばスイッチャーのループにコーラスを入れてる場合は、コーラスのループに一緒にこのイコライザーみたいな音量が調節できるエフェクターを入れちゃって、それのマスターレベルで調節して同時にオフにするっていうやり方が今まずパッと浮かんだかな。なるほどね。でも直列で繋いでるんですとかいう場合は、ピッキングをちょっと弱くして調節するとか、そういう手元でね。そう手元でね、そういうのになっちゃうかもしれないですね。なるほど、そういう製品が出る可能性は。ライムトーンからいいとこつくね、いいとこつくねにとどめさしてちょっと出るんやなこれ。さては俺今全然知らないまま喋ってたけど、出るんやなこれ。いやーすごいね。そういうことですか？嗅覚が。お楽しみにお待ちください。お楽しみ。それは謙虚さん、質問です、エフェクターの筐体の大きさや素材により音が変わってくるって聞くんですが、これは何なんでしょうかと。基板は同じなのにどうして変わるのか謎なんです。お時間あればご回答していただければ幸いですと。これミステリー。これ高橋意味わかる？あんまりよくわからへんな。エフェクターってちっちゃいのもあれば結構ごついのもあるでしょ。それこそファズとか、筐体の大きさによって音がね変わると言われていて、実際変わるんですよ。仮に同じ基板です、でかい筐体とちっちゃい筐体で入れ替えて音聞くと音違うんですよ。不思議やなそれ。不思議。でっかいやつの方がちょっとね、老感みたいなのがしっ
かりあったり余裕があるような感じで出てくる。でちっちゃいのになると老感がちょっと減ることによって相対的に攻撃が目立ってくる傾向にあるんですよ。これね、真面目に答えると中にね基板が入っていて、そこにいろんな電気信号が通ってるんですよ。で最終的にアウトプットから出てくるんですけれども、昔さ物理とかの授業でさ、電気が流れるとそこに磁界が発生するみたいな、はい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 みたいなことが中で起きてるんですね。でその筐体っていうのは外部からノイズが入らないようにグラウンド、要はそのアースというかマイナスというかが周りを囲ってるんだけれども、磁界が影響する複雑な空間を取り巻くこのグラウンドがちっちゃいか大きいかの違い。すんごい狭い部屋でお前らちょっとここで鬼ごっこしろっていうのと、でっかい体育館のこのエリアで鬼ごっこしろっていう時の開放感違うでしょ。電気的にはそんな感じ。それによって信号に影響が多少出てくるってことね。そうなんだと僕は思ってる。これね、僕過去に動画でやったことあるんですよ。筐体入れ替えて試すっていうの。音変わりましたね、やっぱり。多少？全然変わんのそれ？多少って言った方が多分正しいと思う。これでめっちゃ変わりますって言ったらそれは嘘。ゆうこさん、ギタリスト以外の立場から質問です。多くのリハスタジオでは、ギターアンプは直置きでチルトバックスタンドに乗っているのは珍しいと思います。アンプが自分の方に向いていないためか、音色が耳に刺さるようにきつかったり、爆音の方と、遭遇することが多いです。足元にアンプがあって立って演奏している人が特に多いので気づいていないのか啓蒙の意味も込めて、リハスタでのギターアンプの正しい位置と距離やアンプが耳に向いていない場合の音作りのコツを教えてください。正直アンプを向けられている方はたまったものではありません。この思い、ここを主張している全国のギタリストに届けということです。うっさいねんと。これ僕もやってしまったことがありましてですね、ギタリストはギターアンプの前に立つとだいぶ上に耳がある状態で音を作っちゃう。でそれで OK って思ってると、しゃがんでそのアンプの前で聞くともう音ギンギンなんですよね。ハイがすんごい出てる状態になっちゃって、前にいたお客さんに後から音がひどかったと学生のこと言われたことがあります。すいませんでした。聞く位置によってね、違うもんね。そうなのよ。高音は比較的まっすぐ飛ぶ傾向にあって、低音については大きくぐるっと回ってくる傾向があります。なのでね、全然他のところでライブやってる時とか低音ばっか聞こえるでしょ。これを解決するにはですね、皆さんスピーカーの高さで音を確認する、これ徹底しましょう。しゃがんでとかそういうこと。しゃがんでそういうこと。なるほどね。それさ、立った時にさ、またさ、物足りひんなってなってまたいじりに行きそうちゃう？行く。これはね、もうしょうがないんですよ。立って弾くとちょっとモコっとしてるなっていうのでちょうど正解です。なるほど。それが嫌なんだったらもうイヤモニでやるような環境を整えたライブにするだとか、なんかそういう風な工夫が必要ですね。知らんかったな俺。あ、本当？そうなんよ。じゃあ皆さんこれで本当に気をつけていい音出していきましょう。ライビンさん、ボス MS3 を通って GT1000 コアを通ってアンプに行くようなエフェクトボードを組んだ時に、GT1000 コアのセンドリターンにそれぞれバディ、ムーンライトを入れても原音が ADDA 変換されない仕組みは生きていますか？デジタルマルチ2台を通っていてすでに ADDA 変換されているからあまり意味がないのでしょうかと。なるほど。まずライムトンオーディオの今バディとムーンライトっていうエフェクターの名前が出てきたんですけども、これはディレイとリバーブになってまして、オンにした時も原音がデジタルに変換されないっていう特徴があるエフェクターなんですね。それをデジタル機器のセンドリターンに入れてますと。っていうことはもう母体で ADDA 変換されちゃってるわけですよ。それって意味なくなっちゃってますかっていうご質問なんですね。一言で言いづらいんだけれども、全くなくなってるわけじゃないんですよ。バディとムーンライトに音が通る時には、原音が ADDA 変換されてないっていう恩恵はあるんですけれども、 MS3 と GT1000 コアが直列でつながってる時点でもうそこで結構キャラクターは決まってるので、そのセンドリターンがどうかとかは本当に誤差とまでは言わないけどあんまり影響してこないですね。なるほどね。多分このご質問いただいたっていうことは、できるだけデジタル機器の ADDA 変換されることによるデジタル感みたいなのは極力抑えたいんですっていうことでご質問いただいてると思ったんですけれども、ボスのバッファー感に持ってかれないような音の方が好きだっていう場合は、一番いいのはドア玉に自分の好きなキャラクターだって思ってるようなバッファーないしはバッファーとして使えるようなエフェクターを置いちゃう。ここでしっかり音作れてると、もうその後はこんな感じでも大丈夫かなみたいな
音になるんじゃないかな。これもね過去動画で僕が GT1 のマルチエフェクターの前に彩りネストっていう、ライムオーディオのバッファー入りのジャンクションボックスを置くっていう動画をやったんですけども、音結構変わりました。確かになんか俺もレコーディングする時とかに、ギター取る時に彩り一発かましてから、あとプラグインかけたりとかすることによって。ありがとうございます。これ高橋のスタジオなんですけどね、ここにねいるんですよ、彩りが。そういるんですよ。ありがとうございます。いつも使ってくれてるのこれ。なんか挿すとちょっと元気になるのもあるし、デジタル集が消えてる感覚みたいなのがでもねちょっとあって、そういうことなのかなって今思った。それ。そなたさん、変な質問ですみません。店に展示しているペダルはみんな小柄で可愛く見えるのに、いざ買ってボードやバッグに入れようとするとき、みんなでかく感じてしまうのはなぜでしょう。これあれやな、テレビとかと一緒やな。こんぐらいのやったら家入るやんそうって買って帰ったらめっちゃでかい。いやでかって思ってるよりでかいなみたいな。なぜでしょう。いやそれ単純にもその店舗がまだ広いからじゃないのか、もしかすると、家に持って帰ったら若干大きくなっている、なってない。なんで大きくなってるかってご質問について答えは僕は持ってないです。それを防ぐためにっていうのやったら話せるけど、それもいい。新聞紙作戦知ってる？何それ？持ってるボードとか自分が買いたいボード、これ買おうかなと思ったら何センチかけ何センチって書いてるでしょ。それ切るのよ。切ってその上にエフェクター並べてみん。そしたら大体わかんのよ。なるほどね。でその新聞紙を楽器屋さん持ってってください。何個いやもうボード持っていこうそれは。ちゃうねん、軽いねん。ダサいやんでも。いやダサいけどいいよ。じゃあライムトンオーディオの今西さんが新聞紙楽器屋さんに持ってったらいいって言ってましたっていう顔してください。もしかしてそんな製品が出ないよ。出ないですか。あれトレインはここで切ってねみたいな書いてあるやつ出ないです。でも確かにそれ確実な感じするね。はい、というわけで今回もありがとうございました。素敵なご質問。イエーイ。皆さんもぜひこの動画見てこれ聞きたいっていうのがあればぜひぜひコメント欄に書いていただければと思います。でこのシリーズプレイリストもありますので、ぜひぜひね、ちょっとなんかいいな、ちょっとゆるっとかけとこうかなっていう方はね、ぜひねプレイリスト見ていただければと思います。それじゃあ皆さんまたの動画で。たかしありがとう。ありがとうございました。